自分たちでパロディ作品作ってみようやないか企画。キャラでは誰がいいですかね。2D にしてコマで送って遊ぶ方がスト2感が出るじゃないですか。2から始めますんで、ぐらいと思うんですよ。波動拳。いいですね。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 本俊樹です。今日はですね、西谷社長と北見社長に、参加いただいてですね、スト2のパロディゲームの企画を進めてみようじゃないかっていう日です。前回ちょっとお話しさせていただいたストリートファイター2をベースにストリートファイター2を開発したメンバーが集まって自分たちでパロディ作品作ってみようじゃないか企画を YouTube の企画の中で立ち上げて、現実に作ってくれるかどうか、作れるかどうか、完成できるかどうか、リリースできるかどうかは別にして一旦詰めれるところまで詰めてみようと。今のところ参加しますって言ってるのは僕と西谷社長と、船水社長とで島村陽子さん。船水社長のところが参加ってことになると結構いろんなスト2メンバーがいるんじゃないですか。いますね。メインプログラマーがいたりとか、その続編のプログラマーがいたりとかみたいなので結構揃ってたりとか、キャラデザイナーも結構いたりするんですかね。誰がいるのがいいですかね。そうですね。可能な限り参加していただきたいですけどね。可能ならばですけど。声掛けしてお断りされてる人もいますからね、すでに1名。いますね。本当は参加してほしかったですね、その方にも。彼がメインじゃメインですからね。そうだよね。ストリートファイター2の開発メンバーの中でかなり有名どころの一人ですからね。そうですね。若干名、参加できないことを表明している方がおられますという中で、もうちょっといろんな人に声をかけてみますかみたいな。で、誰がいいですかみたいな。キャラでは誰がいいですかと。もうキングしかいないんじゃないのっていう。それからクロッシーとかっていう話も出ます。西村絹って誰が連絡つけれるの？私つきますよ、一応。今何してるの？フリーで。フリーでやってますね。イラストレーター。撮りたいって岡本さんから言えばすぐ撮れると思いますけど。じゃあ一番最初に絹に声かけてみるか。いいんじゃないのかなとか。岡野さんまだカプコンだし。西尾君はなんかオルカだかなんだかにいるんじゃない？それ選手聞きいるかにいます。彼が波動拳の声出してるんだもんね。でも波動拳の声の人と昇竜拳の声の人は違うんだもんね。違うの。竜巻旋風拳も違う。いっぱい撮りましたからね。いっぱい撮って主に社員。そうアレンジかましながらでやってるんで。そうです。さくらとキャミーやってもらってなかったっけ？そこはやってもらいました。ミヤモーだった気がするんだよね。アスカ・ラングレーでブレイクしちゃったんで。そうですね。じゃあ西村絹にまず、お声掛けしていますか。メインのキャラデを絹さんに頼むとして、あとは実際の画面とかっていうのは 2D は考えてないでしょ。僕ポリゴンでコマ送りで考えてるんですがどうですか。ポリゴンで作って 2D にしてコマで送って遊ぶ方がスト2感が出るじゃないですか。もちろんそうですね。でどれぐらいのドットにするかっていうところが問題で、ドットとかどれぐらいのにするかが問題で、バーチャ1に毛が生えたぐらいでどうですか。一発目は一発目はダウンロードタイトルぐらいでどうですか。いいんじゃないでしょうかね。スペッチぐらいでどうですかって感じで、当然対戦ができて、で、2P 対戦 1P で対戦する、対戦格闘にして、で、ポリゴンで作ってるんだけどかなり荒くて、でゲーム性は深めで、で、ダッシュターボって名前つけるんでダッシュターボスーパーってつけるんで、それを徐々に、スキンって言われてるそのテクスチャーの部分を変えることによってゴージャス感をいずれ出していくっていう全部セットで考える。技のバランス取ってみたり、技追加してみたり、テクスチャーが綺麗になってみたり、あとはどんな風にパロディにするかみたいな。この間ふっと思ったのはマイク・タイソンの版権取るみたいな
取れるんですか？そのゲームのストリートファイター2のキャラクターに自分に近いやつが出てるねは多分知ってると思うよ。もうなんかあれを意識してなかったとはちょっと僕らも言いたくないんで。言えない、それは言えないですね。思い切って逆にモデルになった人の版権を取ってみたみたいな。あとその最初はスタート12種類でやっぱりいきたいんですよ。のうちの8種類しか使えないんですよ。完全トレースしたいんです。その方がパロディとしてはちゃんとパロってるなと。スーパーパロディファイター 2X ぐらいまで。あ、言い忘れましたが2から始めますんで。1ではない。1ではない。1はもう全然ストリートファイト2にしますから。相当似てますね。バンダムさんに OK 取ればこれ取れるでしょ。ストリートファイトって何個か持ってるやつやんか、名前。あ、そうでしたっけ？そうだからストリートファイターは、売ってくれな彼らがその名前売ってくれなくって僕らお金払ってたんだよね、ずっと。そうだからナムコさんに対してストリートファイト出させてくださいって頭下げに行って OK が出ればストリートファイト2はできるんですよ。多分具体的なピーって言わしますけどぐらいと思うんですよ。ああ、じゃあ全然可能な額ですね。なんかもっとふっかけられたらどうしようかと思いましたけど。もうふっかけられる可能性はあります。開発期間とか開発のコストとかリソースとかっていうのを今のところ僕は船水社長のところにできるだけ売ってみようかなと思ってて、プランニングはそのゲームのバランスとか技とかっていうのは西谷社長と、絹が入ってくれたら絹と打ち合わせしてこんなキャラクターにしますかみたいなのがいいんです。一旦じゃあ僕の方から、絹さんにアプローチしてみますっていうのと、西尾君にもちょっとアプローチしてみますわ。はい。他に欲しい人いますか？基本デザイナーですかね、欲しいのは。そうですね。クロッシーがやってくれるなら一番いいんですけど、ゼロシリーズ作るきっかけもストリートファイター1の方の絵をなんかの雑誌で岡本さんが描かせたじゃないですか。あれが結構きっかけだったじゃないですか、ゼロも。ありましたね。以後ほとんどなんだろうな、クロッシーが描いてるんですよ、バーサスの絵とか。手も早いしね、あいつ。いや、めちゃくちゃ早いんですよ。ゲーム作る上でこれ先に意識しておいた方がいいかなっていうのがありまして、通信の方式の話なんですよね。日本国内ってそれほどそんな気にしてないですけど、やっぱアメリカって国土が広いから、結構彼ら快適に通信したがってるんですよね。で今って彼ら結構単純な言い方するからロールバックじゃないとゲーム買わないって言うんですよ。ロールバックって何かっていうと、内部的に情報を何フレームか持っておいて、もし遅延した場合突然その遅延前の状態に巻き戻すようなシステム。なるほど。ロールバックするかどうかは別として、それに近いもしくはすごい画期的なアイディアみたいのを出していかないとダメかなっていうのは正直ありますね。一応気兼ねなく戻っても、ゲームできるよねって言われてるのは今のところ2フレームです。2フレーム3ぐらいになると、3以上になるとさすがにだんだん厳しくなってくる。先まで行って戻すじゃなくて2フレ遅れてるっていうのが分かったら2フレ経ったらパッと戻すってこと、パコンっつって。そうしてるゲームもあるってことだから、もうその辺はあれです。ゲーム性にもかかってくるんですよ、要は。早いゲームだとやっぱ早いテンポでやんなきゃいけないし、重めのゲームだったら、それこそ岡本さんおっしゃるような方式でもいいのかもしれないし、ゲーム次第です。フレーム言ったって、言ったら正確には疑似フレームなわけじゃないですか。そうですね。こういうもう遅れてもそもそも気にしないようなゲーム性にするっていうのももちろん手ですし。なるほど。ちなみにお二人は何フレぐらいまでの遅れでゲーム動かすつもりでいてた？一応やった限りだと、5フレまでは許容ですね。遅れてるっていうのは不愉快ではあるけど、ゲームはできるかなっていう。俺7フレと思ってました。でもゲームはできますよ、それを前提にすれば。嫌だなって。僕のところに表示されるのもちょうど遅れるってことですよ。僕のところも相手は僕の入力は目の前でやって、相手の画面は7フレ遅れるじゃなくて、僕の入力もあなたの入力も7フレ遅れた時に表示するみたいな意味合いで言ってます。だからその入力してから7フレしないと何も反応しない。7フレの中でごまかしてない。それを超えた時にはそのロールバックってやつかなと。
実際人間が反応してる速度が一例に触れて反応してるわけじゃないんで、ある程度予測してるわけやんか。はいはい、ほら来たっていう、はい、そのほら来たのところを7フレもう7フレ早く読んでくれみたいなことになるんやろうと思ってる。じゃあもう一回頭を3人で整理してやっていきますけど、まずはメンバー集めるところからで、どんなパロディーにするかとかちょっとまた考えてまた相談させてもらいますということで、今日はこれぐらいで、はい、ありがとうございました。皆さんバイバイ。